おはようございます。今日はですね、久しぶりに GoPro の話題でちょっと行ってみたいと思うんですけど、これから夏の旅行シーズンも始まりますので、それに向けて GoPro を新しく購入して使っていこうっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。GoPro 確かにここにある録画ボタンをポチッて押せば簡単に撮影することはできるんですけど、なかなかハードルが高いというか癖があるというか、思ったような映像にならないんですね。コマーシャルで見たような、宣伝で見たようなね、むちゃくちゃ美しい映像が撮れるかと思いきや、大したことない映像になってしまうことが結構あるんですね。で、今日はですね、最初に、少しだけ設定をすることによってある程度そういうものは回避できますので、最初にしておくという簡単な設定をいくつかお見せしたいと思います。それと旅行に役立ちそうなアクセサリーもいくつかピックアップしてね、紹介したいと思います。今までも GoPro の設定に関していろんな動画を出してますので、よかったら下にリンクを貼っておきますので、そちらの方もご覧になってみてください。じゃあ早速ですね、最初の簡単な設定について画面を見ながらお見せしたいと思います。GoPro もいろいろ設定画面があって、まず上からこういう風にスワイプすると、これショートカットボタンみたいなのが出てきてですね、主だった機能をここで設定できるようになっています。いろいろ説明すると時間が長いので、また次回にしたいと思います。で、横にスワイプすると、接続とユーザー設定っていうのが出てきます。でこの接続は、Wi-Fi 接続、スマホとの接続とか、いろんなものとの接続を管理するところです。で、こっちのユーザー設定は、カメラの機能的な設定ですね。ディスプレイとか音声コントロールとか、モジュラーと接続したときどうするかとか、そういった設定ができるようになっています。最近の GoPro はここにこんな感じでプリセットが表示されてるんですけど、このプリセットを長押しすることで設定に入れます。もしくはこのプリセットをタップして、で今度いっぱいプリセットが出てくるんですけど、その中の一つどれでもいいんですけど、設定したいのをこのペンのところを押すと設定できます。でここから設定に入ります。でこの中もこの上の部分とこの下のプロチューンという部分とに分かれています。でさらにこの下にはショートカットを決める設定部分もあるんですけど、今日はここは触りません。主にこのプロチューンという部分で基本的な設定をすることができます。でまず、ビットレートなんですけど、ビットレートは高いと低いがあるんですけど、高い方がもちろん綺麗にはなります。で、ディスク容量、SD カードの容量とか、あと編集するパソコンのスペックに余裕があればビットレートハイでいいんじゃないかなと思います。ちょっと厳しいっていう方は、低い方にしておけばいいかなと思います。シャッター速度は、これオートになってますけど、基本的にはオートでいいかなと思います。で次、EV 値とあります。これはですね、撮影する際の明るさの、基準になる部分を決めるものなんですけど、標準はもちろん EV0 になってるんですけど、GoPro の傾向としてちょっと明るく映りすぎる部分があって、例えば晴れた日に空なんかを映すと空が真っ白になってたりするんですね。でそういうのを防ぐためにはちょっとこの EV 値っていうのは下げてやるといいというふうに言われています。マイナス 0.5 とか1とかぐらいにしとけばいいんじゃないかなと思います。で次、ホワイトバランスですけど、これは色合いを調整するものなんですけど、自動で結構優秀なので自動でいいと思います。あまり環境の変化のないところで固定して撮りたいんであれば、5000とか5500とか、その明るさに合わせて固定して撮ってやるとより綺麗には映ります。でも基本的にはオートでいいんじゃないかなと思います。でさらに ISO です。ISO は最小と最大とあって、最小はもちろん100でいいと思うんですけど、最大が、暗いとどんどん明るくなって最大どこまでいくかっていうところなんですけど、6400まであるので、本当に暗い時6400でじゃあ撮れるかっていうと、もうノイズって言って画面がザラザラになっちゃうんですね。で、ただし、じゃあ下げれば下げただけいいんですけど、暗くなってしまうのと、あとハイパースムーズっていう手ブレ補正がうまく効かなくなってくるので、その辺のバランスが必要で、1600ぐらいまでであればノイズは出るんですけど、まだ使える映像が撮れるかなということで、MAX は一応最大1600でとりあえず設定すればいいんじゃないかなと思います。あとは映像を見て800にしようかなとか3200にしようかなとか、そこ個人の、自分で見て決めればいいんじゃないかなと思います。
で、シャープネスっていうのがあって、これは映像のくっきり具合なんですけど、基本的には GoPro が撮影した生の状態っていうのはこの低いっていう状態になってると思うんですね。中とか高ってやると、一見くっきりしてるように見えるんですけど、デジタル的な処理を加えて輪郭を際立たせているので、なんかこうデジタルな見た目になるんですね。で、大体どんな編集ソフトにも後からそのシャープネスを変える機能っていうのがついているので、あまりこう GoPro にこのシャープニングを任せるのではなくて、編集ソフトで自分で調整しながらシャープネスを上げていけばいいんじゃないかなと思うので、基本ローっていうか低でね撮ればいいんじゃないかと思います。中でもいいと思いますけど、でも全然編集しないよっていう方とか、くっきりしてるのがいいんだっていう方はハイでもいいかなと思いますけども、私はローで撮ってます。で、あとカラーですね。カラーは3つ選べます。ビビッド、それからナチュラル、それでフラットっていうのがあります。ナチュラルが一番自然な感じで、これ新しいカラープロファイルなんですけど、ビビッドにすると GoPro らしいこう鮮やかな色合いになります。で、このフラットっていうのは後から色編集をして、いろんな自分の好きな色合いにしたい方はフラットでいいと思うんですけど、そういうことしないんであれば、ナチュラルかビビッドがいいかなと思います。私は最近はビビッドですね。それからローオーディオっていうのがあって、これはオーディオをいじらない方はもうオフでいいと思います。で、このウィンドっていうのは、風切り音があった時ですね、ボーって風の音が入った時にどうするかなんですけど、自動でいいんじゃないでしょうか。全く風が吹かないところで使うんであればオフにした方が多少音はいいのかもしれませんけど、私はもういつも自動にしてあります。そんな感じでしょうか。で、あとはこの上の部分なんですけど、これはですね、撮影シーンに合わせて多少変えていく必要があります。で、一つよく皆さんよくされてるんですけど、4K の120撮れるんだ、じゃあ 4K120 で全部撮っちゃえっていう方もいらっしゃると思うんですけど、別に悪くはないんですけど、バッテリー消費も早いですし、 GoPro もすごい発熱しますし、何よりあまり意味がないというか、120で撮るときっていうのは後からスローモーションでスピードダウンしても綺麗に見せるためのモードなので、何もないのに120で撮り続ける意味があまりないので、ここは60とかシネマティックに撮りたいっていう方は24とかでいいんじゃないでしょうか。スポーツとか撮るんだったら60とかでこうヌルヌルした感じで撮れると思います。4K60 っていうのは GoPro が一番力を入れてる解像度とフレームレートになるので、ノイズ処理とか、いろんな処理が一番よく効いている状態とも言われているので、4K60 でもいいと思います。ただ、SD カードの容量があまりないよとか、コンピューターのスペックが広くて 4K の映像はいじれないよっていう方は、1080とかここ 2.7K の60とか、24とかでもいいのかなと思います。30でも別にいいと思うんですが、30は普通のテレビのような映像が 30fps と言われています。120をあまりむやみに使う必要はないと思います。あとはお好みでいいんじゃないかなと思います。この辺また詳しくは動画にできたらと思います。で、あとはですね、レンズっていうのはどのぐらい広角に映るかっていうのを設定できます。それからハイパースムーズは手ブレ補正の強度なんですけど、オフから最強に効く状態まであります。かなり激しく動かすような時はこうとか、もっと激しい時はブーストとかね、そういう選択肢もあります。あとはですね、スケジュールキャプチャー、時間、それからハインドサイト、タイマー、ズーム、この辺は特に必要に応じていじればいいんじゃないでしょうか。デフォルトでいいというか。設定に関してはとりあえずそんな感じです。話していくとむちゃくちゃ長くなるんですけど、また別の機会に動画にできたらと思います。最後に、私が結構気に入って使っている、役に立ちそうなアクセサリーをいくつか紹介したいと思います。これがですね、ヒーロー9なんですけど、周りについているのがメディアモジュラーというもので、これをつけることによって外付けのマイクをここにつないだりとか、あとアクセサリーシューがついてるんで、これライトモジュラーっていうんですけど、こういったライトをつけたりとか、ショットガンマイクをつけたりとか、そういうことができるようになります。結構便利です。これ自体にも外付けのマイクがついているんで、本体内蔵のマイクよりもちょっといい音で録音することができます。
で、これはですね、MAX レンズモジュラーといって、ご存知の方多いと思うんですけど、これをつけることによって、より GoPro で広角撮影ができるようになります。360度ぐるぐる回しても常に水平を保つとか、いろいろと面白いことができますので、私は結構好きで使っています。これは、ヒーロー9とか10のこのレンズの部分を取り外して付け替えて使うものになります。で、次にマウント系に行きましょうか。まずですね、これが1台2役3役するものが結構便利だと思うんですけど、これがまさにそれで、ちょっと変な形してて、ここがシリコンっぽいんですけど、実はここ缶で使います。バイトマウントっていうんですけど、刃で固定して使います。こんな感じで GoPro を逆さまにぶら下げたみたいな感じで口から加えて使うんで、ちょっと撮ってる姿は間抜けなんですけど、頭ってすごい安定しているので、非常に安定した映像が撮れます。でなおかつカメラをホールドする必要がないので、両手で何か作業している一人称視点の撮影とかに非常に役立ちます。しかもですね、こっちが普通の GoPro のマウントになっているので、こういった他のマウントにすぐに付け替えて使うことができます。非常に役に立ちます。でついでにじゃあこれはですね、パイプマウントって言って、自転車のハンドルとかスキーのポールとか、パイプ状棒状のもの何でも取り付けられるんですけど、こういうアダプターもついていて、全部で3種類ぐらいの太さのもので、かなり細いものから太いものまで対応できるものになっています。他社の製品もあるんですけど、脱着のしやすさとか丈夫さを考えると純正がね、かなりおすすめです。でここカメラ取り付けて、こういうふうに横方向に回すこともできます。なので自転車のハンドルにパチンって取り付けてすぐに撮影するとか、そういう時非常に便利です。でこれはですね、スイベルマウントで、ここにマグネットがしかもついています。鉄のところにペタンって貼り付けて、ここにカメラを、こんな感じで取り付けて使えます。冷蔵庫に貼り付けて室内撮影するとかで、ここ自体もこういうふうに回転するようになっています。しかもここクリップになっているので、いろんなものに挟み込んで使うことができます。これもね、結構便利なんでいつも持ち歩いています。で最後これがですね、新しい 3way っていうもので、3way っていう名前の通り3通りになります。こういった GoPro の三脚的な使い方、それから自撮り棒にもなります。しかもグリップ的にも使うことができます。1台3役、これもね結構役に立ちます。で次にですね、ケーブルなんですけど、これは純正の USB ケーブルなんですけど、ウェブカメラとして使う時とかはパソコンと USB ケーブルでつなぐ必要があるんですけど、こういう長いのがあるとカメラをね結構設置する自由度が上がるので便利です。あとはこれですね。これがですね、この USB ケーブルを挿して運用するときに、ここ開けてこうやって挿すことになるんですけど、この状態だとやっぱ蓋がプラプラしてて、何かの衝撃でバッテリーが抜けちゃったりするんですけど、この蓋はここにケーブルが刺さるこういう穴が開いてますので、蓋を閉めても USB ケーブルを挿して運用することができるという便利なアイテムになっています。次にバッテリー系なんですけど、ちょっと言い忘れたんですけど、 GoPro ってかなりバッテリーの減りが早いカメラなんですね。なのでバッテリーっていくつあっても本当困らないというか、いくつかないと運用がなかなか難しいカメラになります。でバッテリーもいろいろあって、これ純正の普通のバッテリーなんですけど、これはですね、最近発売されたエンデュランスバッテリーっていうもので、若干値段高いんですけど、持ちもすごくいいし、寒い時でも固まりにくいとか、いろいろ改善されていて非常にいいバッテリーです。これは結構おすすめです。でこれがですね、 GoPro 純正のデュアルチャージャーって言って、バッテリーをこんな感じで2個挿して同時に充電することのできる充電器になります。ただこれがですね、以前のものはガチって蓋もできたんですけど、結構不安定で持ち運びながら充電してたりすると結構外れて充電できてなかったりするっていうことがあります。でこれは冬にも紹介したんですけど、ZG シネっていうところの PSG10 という、これがですね、なかなか面白いアイテムで、ここにバッテリーが全部でこんな感じで3つ刺さります。で USB ケーブルを挿してバッテリーを充電するんですけど、この本体にも1万 mAh のバッテリーが内蔵されています。なのでこの本体を充電しておけば、こういうふうにバッテリーを挿すだけで勝手に充電してくれます。しかもここから USB 出力があるので、これ自体をモバイルバッテリーのようにして使うことができます。ただしでかくて重いんです。で今回これの改良版というか、兄弟派生版でこれ小型のものが出ました。バッテリーの容量とかは半分で、しかも
2本しか入らなくなったんですけど、その分非常に小さくて軽くなりました。で、端子も1個になって、USB PD の入力の出力もできるようになっています。ここから充電したり出力したりできます。で、こいつを充電しておいて、ここにバッテリーをはめれば GoPro のバッテリーも勝手に充電されるというものです。これが大きくて重くて、スポーツする時なんかは結構重荷になってたんですけど、かなり改良されて小さなものが出てきたんでね、これは結構使えるんじゃないかなと思います。最後リモコンですね。これ純正のリモコンなんですけど、GoPro を立ち上げたり撮影を開始したり写真を撮ったりとか、いろいろメニューを呼び出したりとかモードの切り替えをしたりとかね、かなり多機能に使えるリモコンなので、用途によっては非常に役に立つんじゃないかなと思います。はい。ということでかなり急ぎ足になってしまいましたが、今回は最初にすると良い、簡単な GoPro の設定と、おすすめのアクセサリーの紹介でした。いろんな GoPro のチュートリアル系の動画も出してますし、以前私も GoPro の How to 本の執筆にも参加させていただいてるんですけど、その本もね、結構役に立ちますので、リンクを貼っておきますので、よかったらそちらの方もご覧になってみてください。今日紹介したアクセサリーもね、全部下にリンクを貼っておこうと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また、可能であれば続編も作りたいと思いますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。